今回読むお話はジャックと豆の木です。リラックスしてお話を楽しみましょう。それではお聞きください。昔々、ジャックという名前の男の子がお母さんと二人で暮らしていました。ジャックのお父さんはジャックが小さい頃に雲の上からやってきた大男に食べられてしまったのです。その時からジャックは家に一頭だけいる牛のミルクを絞って町に売りに行き、そのお金で暮らしを助けていました。だけど、その牛も年を取ったので、とうとうミルクを出さなくなってしまいました。仕方ないわね。この牛を売ってお金に換えましょう。ジャック、町へ牛を売りに行ってちょうだい。はーい。お母さんに頼まれたジャックは町まで牛を引いていきましたが、その途中で一人のおじさんがジャックに声をかけてきました。坊や、その牛とこの豆を交換しないかい？これはね、幸運を呼ぶ魔法の豆なんだよ。魔法の豆だって？すごい。うん、取り替えてもいいよ。ジャックは豆を受け取ると、喜んで家に戻りました。その話を聞いたお母さんはジャックを叱りました。まったく、こんな豆粒と牛を取り替えてくるなんて、あんたはどうかしてるよ。でも、幸運を呼ぶ魔法の豆なんだよ。魔法だなんて、嘘に決まってるじゃないの。こんなもの、いらない。お母さんは豆を取り上げると、窓からポイッと捨ててしまいました。次の朝、ジャックが目を覚ましてみると、お母さんの捨てた豆が大きな木になっていました。すごい！高すぎててっぺんが見えないや。やっぱりあれは魔法の豆だったんだ。よし、上へ登ってみよう。ジャックは早速豆の木をどんどん登っていきました。雲の上まで来ても豆の木はまだまだ続いています。そしてとうとうジャックはてっぺんに着きました。そこには大きなお城がありました。ジャックがそのお城を訪ねてみると、中から女性が出てきて言いました。まあ、あなた、一体どうやってこんなところまで来たの？ここは恐ろしい人食い大男の家よ。早くお家に帰りなさい。その時、大男の足音が聞こえてきました。仕方ないわ、こっちにいらっしゃい。女性はジャックを台所のかまどに隠してくれました。そこへ大男が帰ってきました。それはものすごい大男で、3頭の牛を片手にぶら下げています。くんくん、おや、人間の匂いだ。それも人間の子供の匂いがするぞ。あら、そんなことはありませんよ。人間の子供はおととい食べたばかりではありませんか。ああ、そうだったな。大男は女性の言葉に納得すると、隣の部屋へ行きました。そして大男は金のお金の入った袋を2つ取り出すと、中の金のお金を数え始めましたが、そのうちに疲れて眠ってしまいました。すごい。あれがあればお母さんが喜ぶぞ。ジャックはかまどを出ると、大男の金のお金の袋を一つ担いで急いで家に帰りました。ジャックが持ち帰ってきた金のお金を見て、お母さんは大喜びしました。それからしばらくして、ジャックはまた豆の木を登って大男の家にやってきました。ジャックがかまどに隠れていると、大男が女性に言いました。おい、金の卵を産むメンドリを連れてこい。女性がメンドリを連れてくると、大男はテーブルの上で金の卵を産ませました。キラキラと光る本物の金です。それを見ると、大男はまた眠ってしまいました。よし、あのメンドリももらおう。ジャックはメンドリを抱えると、そのまま家に帰りました。
金の卵を産むメンドリのおかげで、ジャックはたちまちお金持ちになりました。でもジャックはまだ満足していません。他にも宝物があると思って、またまた大男の家にやってきたのです。ジャックがかまどに隠れていると、大男は金の盾事を持ってきました。その盾事は、大男が命令すると、何もしていないのに勝手に音楽を奏でます。大男はその盾事の音を聞きながら、また眠ってしまいました。よし、今度はあの盾事だ。ジャックは盾事をつかむと全力で逃げました。その時です。旦那様、泥棒ですよ。驚いたことに盾事が大声で喋ったのです。何？小僧、貴様だな。金のお金と面取りを盗んだのは、今度は大切な盾事を盗むのか。許さん、食ってやる。大男は大きな音を出して地面を揺らしながらジャックを追いかけました。ジャックは大急ぎで豆の木を降りるとお母さんに言いました。お母さん、早く早く、早く斧を持ってきて。ジャックはお母さんから斧を受け取ると豆の木に斧を振り下ろしました。すると豆の木の魔法が解けたのか、豆の木は元の豆粒に戻ってしまいました。まだ豆の木の途中にいた大男は高い雲の上から落ちてしまい、そのままどこかへ消えてしまいました。それからジャックはかわいいお嫁さんをもらうと、お母さんと三人でいつまでも幸せに暮らしました。おしまい。皆さんいかがでしたか？この物語は作者が分かっていないお話です。イギリスで人から人に伝えられて広まった物語だそうです。言い伝えで広まった物語がたくさんの国に知られていくなんてすごいですね。大男は大切なものをたくさん盗まれたり、最後は空から落ちたりしてちょっとかわいそうでしたね。国や時代によってジャックが正義のために大男を倒すバージョンだったり、泥棒とされるバージョンがあるそうですよ。それでは次回のお話もお楽しみに。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。次に聞きたいお話や感想のコメントをお待ちしております。最後まで聞いていただきありがとうございました。